LA Morning Part 2. Hello, this is VJ Sam. LA Morning Part 2, bilingual program broadcasted in English and in Japanese every Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. So tune in. LA Morning Part 2. Good morning, Los Angeles. The time is 9:10 a.m. Wednesday morning on March 7th, broadcasting live from TJS Radio Studio in Torrance, California. Welcome to LA Morning Part 2. This is Sam, your VJ. How are you doing this morning? TJS Radio presents news, sports, weather, and other useful local information in both English and in Japanese. This program broadcasts on internet radio, and you can hear us by using the TJS Radio app on your smartphone and tablets. Or you can also hear us by accessing our website at www.tjsla.com and find our radio player by clicking the right-hand column of the page. You can also watch us live on YouTube and searching us by the keywords TJS Space Radio and find today's date followed by LA Morning Part 2. YouTube have its own live chat function, so you can send your messages and requests using this live chat function, or you can send your messages and requests using our website top page request form, or you can email us at radio@tjsla.com. So, let me allow to introduce to our co-host, Mr. Shinkai. Happy Green Day! ハッピーグリーンデーって言っても、緑のものは、ないんですがねえ一応この、ね、緑のねそうものは置いてますけど、これはですね懐かしのですね、トシグレイシーさんがどうぞとくれたソビニア、はいものを、よいしょ置いときましょう、はい、一応ねセントパトリックデーについてもこの後詳しくお話をしていきたいというふうに思います。さあこの番組ではですねラジオの前のあなたのからのメッセージリクエストをお待ちしております。特にそのメッセージというのはですね、教えてサムさんのコーナーね、何を教えてもらいたいか、基本英語に関わることだったりアメリカの文化に関わることなんていうのもねこれはどうなのよくわかんないよなんていうことがあればぜひお送りください、E メールの方はラジオ@tjsla.com あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。 YouTube ライブも引き続き LA モーニングからねお送りしていますのでそちらにね書き込んでいただいてもいいかもしれません。はい、ぜひお送りください。さあでは天気お伝えしましょうか。 Okay, let's go to the weather for March 17th. So LA County and Orange County both partly cloudy and almost sunny. It's at the moment sunny. Okay, the current temperature expected for Los Angeles County this morning is 49 degrees Fahrenheit or 9 degrees centigrade. Orange County is 51 degrees and 11 centigrade. Okay, expected high temperature for today in Los Angeles County is 64 degrees Fahrenheit and 18 degrees centigrade. Orange County is 62 degrees Fahrenheit or 17 degrees centigrade. Sunrise this morning was 7 a.m. for Los Angeles County. Orange County was 6:59 a.m. Sunset time, LA County, 7:02 p.m. and Orange County, 7:01 p.m. さあ天気です。 LA カウンティオレンジカウンティともに今日は晴れ時々曇り、昼ぐらいはちょっと雲が出そうですね。オレンジカウンティの方がちょっと雲が多く出るという予報が出ています。
今日の予想最高気温、ダウンタウンロサンゼルス華氏64度、摂氏18度、オレンジカウンティアーバインが華氏62度、摂氏17度です。サンセットの予想時刻が、LA カウンティが午後7時2分、そしてオレンジカウンティ午後7時1分。先ほどね、サムさんが、サンライズの時間も言ってくれましたけど、さすがですね、お彼岸が近いということで、もう昼と夜の長さがほぼ半々という風になってきました、はい、さあ LA モーニングの最後にもねちょっとだけお話をしましたけど、今週末、はい、3月20日コビナにあります番組では何度もご紹介していますね、スイートディグズ LA にはゲストとしても登場してくださいましたノバブリューイングですね。日本酒をノバブリューイングはですねコビナで作っております、はい日本酒も何種類かあります。どぶろくなんかあったりね、濁り酒があったり、あと基本原酒なんですよね。ちょっと、強めの日本酒ではあるんですが、若干こうスパークリングしててね、非常に飲みやすい、日本酒。ただ原酒なので割とどっしりとした味があるんですが、そして、ビールも作っていますね。ビールもいろんな種類があります。季節限定のものとかもあります。レギュラーのものが数種類あるんですけどね、アンバーっぽいのがあったりですね、あとウーロン茶の味がするような、ねビールがあったりとかあるんですけど、そこでねイベントが行われるんですよ、はい、どんなイベントかっていうと、例えばラーメンディストリクトさんがね一緒に出るんですね。食べ物が来るんですよ。テイスティングルームがあるんですね。まずノバブリューイングにはそのテイスティングルームちょっと奥の方にですね、スペースがありまして、そこに過去もですねフードトラックがやってきてね、裏開けてね、いろいろ、飲みと食べが一緒にできるというのをやっているんですが、この久しぶりにこのコロナの時何もできなかったわけですけど、3月20日にですね、ノバブリューイングと、あるいは、新選組さんが焼き鳥を焼いたりとかね、ノバブリューイングさんじゃなくてラーメンディストリクトさんはフローズンラーメンの販売をするんですが、それ以外にサンプルでね、サンプルといっても、ほぼ1杯分まではないですけど半分ちょっとぐらいかな、半分ぐらいのラーメンをそこで販売もしてその場で食べることもできます。でさらにはですね、バディドリンキングというお菓子屋、お菓子屋さんですよね、お菓子というかせんべいですね。おせんべいのねお店、濡れせんべいとかそういうのもあるみたいですからね、そこら辺も集まって、飲んで食べようというイベントが開かれます。そこにねサムさんと私行こうかなというふうに思っています。で事前にね購入することもできるんですよ、お持ち帰りのものに関してはね。その辺はノバブリューイングというよりも、この番組の今のあれですよね、リンクにありますよね、ノバブリューイングだったり、はい、そちらをご覧いただければというふうに思いますので、ぜひ、そっちから見てください、はい。で午後3時から20日の午後3時から夜7時まで行われるイベント、私たちも3時ぐらいには行ってるんじゃないかなというふうに思いますので、はい、いらっしゃる方はぜひ集まってみてください、はい。さあということでもうニュースの BGM が入っちゃいましたね、流れてますねはい、ニュースいきましょう。はい、もう一回入っちゃいますね。For the news. Okay, TJ's Newsline. Okay, Japan, U.S. Free Trade Alliance joint meeting. So U.S. Secretary and State Anthony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin visited Japan for the so-called 2+2 talks. And the first cabinet level oversees the trip under the President Joe Biden's administration, which has described as China as the biggest geopolitical test of the 21st century. Japan has its part and has also looked into the assurance of the United States for its defense, aiming growing concerns posed by the Chinese Coast Guard. A law implemented on February 1st, Chinese Coast Guard vessel has repeatedly intruded into Japan's water surrounding of the Senkaku Island, and in an apparent attempt to undermine Tokyo's control.
So, Minister expressed serious concerns about the recent disruptive developments in the region, such as the China Coast Guard law, said the joint statement issued after their talks, which also involves Japan's Foreign Ministry Totsumitsu Motokige and the Defense Ministry Nobuo Kishi. The United States and Japan remains opposed to the underlying alliance actions seeks to the change of the status quo or to the under Japan's administration of these islands. The statement says the reference to the group of inhabited islets. It's also rare the joint statement of the two countries to the single-out China signed at the Tokyo and Washington has raised their alert level over the threat of Beijing post-military and economical and a violation of the human rights. ご存知の方もいるでしょう。日米両政府は16日、東京都内で茂木外務大臣、そして岸防衛大臣、さらにアメリカのブリンケン国務長官、オースティン国防長官による外務防衛の閣僚会議、いわゆる 2+2 をバイデン政権発足後初めて行いました。協議では中国への対応に多くの時間が割かれ、中国が海上警備にあたる海警局に武器の使用を認める海警法を施行したことなどに対する深刻な懸念を共有し、東シナ海などでの海洋進出を現状変更を試みる一方的な行動だとして反対することで一致しました。また台湾海峡の平和と安定の重要性を確認したほか、香港と新疆ウイグル自治区の人権状況についても深刻な懸念を示しました。日米両政府が中国と国名を明確にし、そして海洋進出や人権問題にともに強い懸念を示すのは異例のことで、日本政府はバイデン政権発足後、短い期間で日米が結束して中国と向き合う姿勢を打ち出したことは大きな成果だとしています。これに対してもちろん中国ももうすでに反発をしております。Okay, the line reports personal information protection flaw. So, messaging app provider Line has learned that the Chinese engineers at the developed entrusted with the app system administration were able to access personal information of Japanese listeners. So, privacy protection regulation stipulate that the consents of the users must be obtained for the transferring the personal information to the foreign country. Line failed to fully explain to the users that it will be transferred their personal information to another country. Company reported the matter to the government's panel on privacy protection. Line has about 86 million users in Japan. Its parent company called Z Holdings has decided to set up an in-house committee to investigate and rectify the situation. さあこれは非常に怖い話ですよね。LINE の日本の利用者の個人情報などがシステムの管理を委託されていた中国の会社の技術者からアクセスできる状態になっていたことが分かりました。実際32回のアクセスがあったという情報もしっかり出ています。 LINE などによりますと、アプリのシステムの管理を中国の会社に委託していますが、2018年から中国人の技術者が日本国内のサーバーに保管されている利用者の名前や電話番号、それにメールアドレスといった個人情報のほか、利用者の間でやり取りされたメッセージや写真などにアクセスできる状態になっていたんですよね。で、会社側は、先月下旬にアクセスできない措置を取ったということですが、LINE の利用者、日本国内でおよそ8600万人に上っているということなんですが、これはどうなんですかね。日本の利用者の個人情報などがというのは書いてありますけど、例えば私どものように海外で LINE を使っている方って非常に多いじゃないですか。日本人に関して言うと、日本人以外はほとんど使ってないですけど、こういう方々の個人情報というのはどうなんですかね。多分サーバーが一緒だと一緒の情報が多分一緒ですよね。一緒です、はい。なのでもう実際32回アクセスされているわけですから、はい、メッセージとか写真も見れる状況にあったというのはなんと気持ち悪いというふうに思います。さあ続いていきましょう。Okay, let's go to talk about the coronavirus cases for March 17th. California coronavirus cases.
Confirmed cases rose to 3.6 million and 5,694. It's up by 2,269 on Tuesday. Death is 56,097, rose by 156 on Tuesday. Vaccine administered, okay, that is, let me see, this is 1.2 million, 637,197. It's up by 464,249 on Tuesday. Moving on to Japan's coronavirus cases. Coronavirus cases is up to 448,688. Death is at 8,622. Recovery is 427,582. さあコロナウイルスの人数ですが、カリフォルニアは新規感染者数が2269人で合わせて360万5694人、亡くなった人は156人増えて5万6097人、そしてワクチンを接種した人が、46万4294人増えて126万1263万7197人となりました。日本見ていきましょう。日本の感染者数は44万8688人、亡くなった方は8622人、回復された方というのが4万2758人という数字が出ています。以上ニュースお伝えしました。はい。毎週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている Wheels Around the Globe DJ の高橋理恵です。お気に入りの古くて新しい音楽などをジャンルレスにボーダレスに DJ クリスとともにフリートークを交えてお届けしています。So stay tuned. What happened on today? Okay, what happened on today on March 17th? So it's St. Patrick's Day is celebrated annually on March 17th, the anniversary of his death in the 5th century. So the Irish have observed this day as a religious holiday over the 1,000 years. On St. Patrick's Day, which falls during the Christian season of the Lent, an Irish family would traditionally attend church in the morning and celebrate in the afternoon. Lenten prohibits against the consumption of the meat and were now waived, and now people would dance, drink, and fast on the traditional meal of the Irish bacon and cabbage. さあセントパトリックデーは、セントパトリックさんが亡くなった日でいいんですよね。いいですね。15世紀、で彼はベジタリアンだったんですか？まあというか肉が嫌がってたり肉をあまり好んでいなかった。そう宗教的に変なもんだと思ってたと思います。と思うんですよね。だからベジタリアンの要素が強いということで緑そうなんですか。これはびっくりしましたね。はい。でも彼が亡くなったらみんな一気に肉を食べるようになったというね。まあ一応ね話もありますよね。そう解除されてからね。はい。そんな緑の日でしたでございます。でございますね。はい。さあ続いていきましょう。Okay, moving on to the back in 1947 in Switzerland's Porsche. The first car with the Porsche badge is shown in the International Automobile Show in Geneva, Switzerland on Porsche 356. さあ1949年の今日スイスで開催されたジュネーブのモーターショーですね、はい、で初代ポルシェ356が初お披露目された日ということです。ポルシェも歴史がありますね。これ結構可愛いやつでボックスワーグンのビートルの形をしたそうですね。かっこよくしたやつですね。ビートルをですね上からペチャッと潰した感じね。でノーズを少しやっと伸ばした感じ
なんですけど、いやまあでも当時としてみたら革新的ですよね。だって1940年代でしょ、の後半とはいえアメリカではまだ割とこうもう超巨大なね、はい、でっかい、フォードとかね、そんなのが走っていた頃にスポーツタイプをこうちっちゃくコンパクトに出したというポルシェでございますけど、どうですかサムさん、そのお金のことは心配しないで、なんか自分がもう好きな車乗っていいよって言われて乗りたい車って何ですか？いっぱいあるけどね、マクラーレンからね、あとなんだっけランボルギーニもあったり、なんかこう何々派何々派ってあると思うんですけど、よくね、いやフェラーリがいいとかね、ランボルギーニがいいとか言うんですけど、僕はねもし本当に何もお金の心配をしないで乗っていいんだったら、僕はポルシェなんですよ。もうフェラーリでもなくマクラーレンでもなく、ランボルギーニでもなくポルシェなんですよね。ポルシェ、まあ、911今は9いくつになるんだろうな、995とかそんぐらいかな、一番新しいのはそれ。いやいつになってもポルシェはポルシェでかっこいいなと、特に911彼ら、これはいつか乗ってみたいなって思う。飽きない味っていうかね、ですよね。デザインがいいですね。そうデザインがもう昔から変わらず、パッと見てポルシェって分かるって、絶対分かる、10日見て分かる。これはすごいことですよね。はい、そんなポルシェが初お披露目された日ということで、あと、日本では漫画週刊誌の日。そうなんですよね。1959年3月17日に日本初となる少年向け週刊少年マガジンが講談社から出版されて、同じ日に小学館から少年サンデーがそれぞれ今日ね発刊された日なんですね。昭和34年。昭和34年。60年近いな。マガジンとサンデーが、ってことはジャンプはもっと後なんですかね、多分ね。僕はマガジン派だったんで、ジャンプでもなければ、サンデーでもなければ少年マガジン派だったんですね。マガジンを一番見ていましたね。はい、それで今日は漫画週刊誌の日ということですけどね。でヤスさんが書き込みで、お金に糸目をつけなければ、GTR に乗りたいと。GTR ね、今の GTR ですかね。それとも箱スカですかね。ポルシェ今では水冷です。はい、空冷ではなくなりましたね。もちろん。はい、ただ水平対向で、リアにエンジンが積んであるのは変わらずと、そこは貫いておりますね。GTR もね、今 GTR 知ってます？今の GTR、10年ぐらい前、じゃあ10何年前に出た時、もっと前ですね。出た時は、いや今の GTR ですね。一番3号型の GTR が出た時は1000万円切ってたんですよ。コストパフォーマンスが高いと言われて出た GTR、 今や GTR ニスモ円ですけどね、2400万ですからね。どんどん値段が上がっていると手に負えない、家帰るもんね感じでございます。あとはこれみんなで考える SDGs の日とかね。ありますね。はい、稲荷の日なんていうのがありますけどね。はい。じゃあ誕生日いきましょうか。Okay, let's go to the birthday for the March 17th. It's Nat King Cole, the American singer. He was born on 1919 and he passed away on 1964 at age of 45. If he had lived till today, he would be 102 years old. ナット・キング・コールさんの誕生日なんですね。もし生きていらっしゃったら102歳と早く亡くなってるんですね。45歳で亡くなられたんですね。はい、もうジャズシンガーとしてもちょっとソウルもね歌ったりとかっていう感じで、ナット・キング・コールさん誕生日です。さあ続いて、Okay, next is Kurt Russell. He's a movie actor. He's famous for Escape from New York and Vanilla Sky. And he was born in 1951. He's celebrating 70 years old today. エスケープフロムニューヨークとかバニラスカイで有名な
俳優ですね、はいカート・ラッセルさんもう70歳になられるんですね。ああ、見そうえないねか、すごいですね。見えない見えない。見えないですね、はい、もう一方いきましょう。 Okay, Japanese singer. Her name is Eri Nitta. She was born on 1968 and she's celebrating her 53 years old today. ねえ、冬のオペラグラスの新田恵里さんですよ。はい、誕生日です。53歳になられました。会員番号4番ですね。はい、会員番号4番新田恵里さん、はい、1番から3番は、もう夕焼けにゃんにゃんが始まる前にクビになってしまったと。実質新田恵里さんが一番先頭の番号だということです、ね。おにゃんこクラブね。おにゃんこクラブですよ。なんといっても、私生まれて初めて行ったコンサートが新田恵里さんのコンサートでしたからね。はい、近所の酒屋さんからなんかチケットをもらって行きましたね。いいね。はい、小学校の頃ですね。楽しいね。小学校6年の頃、はい、ドキドキしましたね。はい、そしてね、はい、内陸王さんがですね、はい、お金に糸目をつけなければ乗ってみたい車、はい、マクラーレンとかフェラーリかなと。でしょ。フェラーリのね、F401 かな、は今もうなくなっちゃったんですけど、ラスベガスの方行けばありますけどね、エキゾティックレーシングっていう、高級スポーツカーに乗れるところがフォンタナにあったんですね、はいはい、レンタルで乗せてくれるところが、友達がそこでインストラクターをやっていたので行って、はい、F401F1 というのに乗らせてもらったんですけど、 F1 じゃないですよ、その401の車両ですけど、超運転しやすかったですね。あ、そうなんですか。はい、だから車高低い分だけどどうかなと思ったけど、車高もめちゃくちゃ低いし、だけどこんなに運転しやすいんだというのはびっくりしましたけどね。あとね、憧れはね、はい、964、はい、あるいは911のルーフ、これも乗ってみたいなと。はい、そうなんですね。はい、そんな書き込みもいただきました。ありがとうございました。はい、さあ、じゃあ1曲いくんですけど、はい、1曲いって、はい、CM を挟んで、はい、今日はその後ゲストの登場ですね。ゲストありますね、今日は。はい、可愛いお二人の声を聞いていただきたいなというふうに思います。はい、では曲いきましょう。はい、じゃあいきますね。Okay, we're gonna celebrate one of the birthday boys, so it's gonna be Unforgettable by Nat King Cole.ヤスさんはやっぱり日産スカイライン派ね。それもわかるな。僕乗ってたけどね。イミテーションだけど。インフィニティってあれほら、本当のスカイラインじゃないじゃん。はい。その手前のやつで、ラジオが入ってないやつで、あれが一番いいんですけど。スカイラインは、今でも憧れというか乗りたいのは、GTR が唯一なかった、唯一じゃない、2つか。GTR がなかったスカイラインで、R30 っていう、R30 っていう、西部警察に出たスカイラインですね。ああ、なるほど。鉄仮面。でもあれもスカイラインっぽい格好やったね。そう、だけど GTR っていうのはつけられなかったんですよね。こだわりですよね、そこは。いやー、R30 の鉄仮面はいつか乗りたいな。かっこいいな。鉄仮面。FJ20 っていうエンジンが入ってるんですけど、その辺きっと内陸王さん詳しいと思いますけど。だって、Z とかで、なんだっけ、スカイライン、一緒にエンジン積んでるんだよね。最近のやつ。最近のやつ一緒なのかな？ GTR は別ですよね。GTR は別ですよね。そう。GTR はもう全部違うもん。素材から全部違うもん。ビルさん、今、スカイラインってエンジンなんすか？ V なんとかですよね、いずれにしても。3リッター、3.5。何やったっけな。そう。ビルさん、そう、あれ4キロなんだよね。FJ のね、4気筒のターボはね、爆発的なドッカンですよ。
そう。やっぱ GTR は6気筒じゃないとねっていうのがあったんでしょうね、日産としてもね。うん。その後の RB からは R31。R31 の限定車乗りたいな。R31 スカイラインの。終わりかな？そうそう。毎週土曜日の午後8時からお届けしているイビザカフェ。 DJ はヤコミカです。私が今とっても気になっている話題をおすすめの音楽とともに紹介しています。イビザというフレーズにグッときたあなたも、そうじゃないあなたも、ロサンゼルス DJS レディオに Stay tuned。Okay, today's guest is Eleanor, and welcome Onatsu and Shupo to LA Morning Part 2 in Los Angeles. How are you doing? こんにちは。はい、こんにちは。エレノアのお二人です。今日のゲストはですね、エレノアのおなつさんとシュポさんでよろしいですね。はい。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。さあ、早速質問に移っていきます。ではサムさん、まず英語でお願いいたします。Okay, let's go to the branding question for you. How did you get your name, Eleanor? はい、まずはですね、エレノアという、ユニット名、そしてニックネームがおなつさんとシュポさんですよね。はい、この由来について教えていただけますか？はい。エレノアはですね、フランス語で輝きって意味なんですけども、皆さんに少しでも笑顔や希望を与えられる存在になりたいなと思って、エレノアってつけました。ちなみに今お話しくださったのはおなつです。おなつさんですね。はい、わかりました。はい、なるほど、輝き、フランス語で、はい、そして、じゃあニックネームもお聞きしてもよろしいですか？ニックネームはですね、私おなつが、最後に出たミスコンテスト、ベストオブミス滋賀のファイナリストたちに決めてもらったあだ名で、はい、そのまま代用しております。そしたらシュポさんは？はい、私もミスコンテストベストオブミス滋賀でつけてもらったんではなくて、違うんですか？はい。キャリーパミュさんとか知ってますか？はい、日本のアーティストさんなんですけど、はい、もちろんパピプペポ入ってるとめっちゃ言いたくなるっていう心理が私の中にあってはい、パピプペポをつけたいってなったんですよ。はいはいはい。それで、そこで、京都で、そのシュポっていう名前が舞い降りて、舞い降りて、はい。そうなんです。お夏に今日からシュポやでって言いました。なるほど。要約するとですね、舞い降りたのにプラス、シュポさんの個人的なイメージでパピプペポが入ってるとなんか言いたくなるということですよね。そうです。なるほど。それでどうなんですか？おなつさん、今日からシュポやでって言われた時からシュポになれました？すぐに。私は未だに言うって呼んでますし言われた時はすごい怖いなって思いました。この子怖いなって、多分今の話を聞いてもどうでしょうね、 30% ぐらいは理解させていただきました、シュポさんに対しては。はい、まとめようがないんですけど、そんな、おなつさんとシュポさんからなるエレノアですね。じゃあサムさん、次の質問英語でお願いします。 Okay, next one is about performance. How was your performance on the March 14th White Day at the紅茶でカフェ。3月14日のホワイトデーに紅茶でカフェというところでライブをされたんですよね。これどうでしたか？ライブ、終わってまだそんなに経ってないと思いますけど。いや、3月14日、ホワイトデー当日のライブということで、ラブをテーマにしたライブだったんですけど、今回は、自分たちで曲何を歌うか考えたり、
曲順を考えたり、2人で練習ブレスの確認したりとか、結構2人で会って練習をしてたんで、はいはい、すごい皆さんにお客さんに楽しんで帰ってもらいたいっていうのがあったんで、でライブ終わりに楽しかったよとかまた来たいとか、そういう風に言ってもらえたんで、もうすっごい幸せな一日やったなって思いました。なるほど。新海さん、僕もね、去年ねちょっとお邪魔させていただいたんですけど、めっちゃ可愛いとこですよ。その紅茶でカフェ。まあでもね、ホワイトデー当日に、ラブというテーマでやって喜んでいただいたっていうのが何よりということです。いうことで、サムさん次の質問に移りましょうか。What was your impression of the Kobe driving live event and from the other events and how did you get involved? 去年の9月に神戸で、このコロナ禍ということでドライブインライブというのがあったんですよね。で、野外でトラックの荷台がわーって開いて、そこで、歌われたと思うんですけど、参加するきっかけ教えていただけますか？イブちゃんと藤井さんとはですね、事務所の社長のヒロさんがつながっていて、で、初めての出会いは、大阪コレクションっていう中央公会堂って大きいところで、ショーがあったんですけど、そこで初めてお会いさせていただいて、でそれからリップちゃんの主催で神戸のイベントに出演をさせていただいたんですけど、でドライブインライブは、社長と、ヒロさんとリップちゃんが、私たちに大きなチャンスをくださって、そこに行くことを実現したんですけども、本当にリップちゃんはいつも私たちのことを気にしてくださってるので、本当に感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。サムさんはね、私までがディープちゃんっていうのもどうかと思うんですけど、ディープちゃんは知り合いなんですよね。ディープ沢田さんっていう方と、あと藤井真紀子さんっていう方なんですけども、お二人がこれは今回の企画を比較したっていうことで、やったライブらしいんですよね。なるほどね。であとね、もう一個ディープパーティーとかね、いろいろと大きいことを彼やってて、で一応お友達とかいうかね、僕の先輩僕後輩の関係なんですけど、そうなんですね、神戸では。そうかそうか。でも去年も京都でライブを見られたということで、ちょっとその辺の質問もお願いします。Okay, so from the last year, we had an interview with Mika and DJ Mika in the Kyoto Dining Bar XLV and doing some show with Aoi Rei kimono dress, and it was so different from the kimono that normally you wear. So did you study or did you do both? And it was so beautiful. で、日本語で直しますが、去年の6月に京都のダイニングバー XLV でミカさんと一緒にインタビューをさせていただきました。その時に青井玲さんの着物ドレッシングショーで、エレノアさんは上がったということで、でここ質問なんですけども、普通に着られる、着物という違いがね、あって、で見せたかったこととあと着せこないことのその違いはどういう感じでやりましたか？なるほどなるほど。普段の着物の着方と違ったってことですね。そうです。なるほど。じゃあその辺の研究とかどうやって見せ方苦労したとことかあったら教えてください。着物をちょっと崩してドレスっぽく着せてもらったんですよ。へえ。それがレイさんの、着付けの仕方で、着物ドレスみたいな感じにしてくれるんですね。で私のはピンクと黒色のミニドレスみたいな感じで着せてもらって、で着物のウォーキングってすごいおっとりしんなり、なんか上品にみたいな感じでウォーキングするんですけど、もうミニドレスみたいな感じなんで、もう大胆にダイナミックなセクシーな感じで、で体のラインを意識しながらウォーキングしたのを覚えてます。それはちょっと見てみたいですね。別に、全然やらしい気持ちとかないですよ。でもミニドレスでちょっとセクシーな感じで歩いたと。あとワンポイントはなんかその着物を変な風にしないで、また普通の着物に戻せるっていうのが特徴だったらしいですよね。なるほど。切ったりとかじゃないんだ。じゃなくて、もうだから着付けの技って感じですね。すごいと思った。私の場合は片袖だけあって、柄を見せれるように
アレンジしてもらったりとか、いろんなアレンジがありました。ね、普段当然モデルのお仕事をねたくさんされてると思うので、まあねこうやって今コロナ禍で大変な環境の中で活動されてると思うんですけど、どうですか今後の活動予定だったり、あるいはなんか新曲あるんだよなんていうことがあればぜひ教えてください。はい、今後の活動はですね、2ヶ月に1回ぐらいのペースでライブをしていきたいなと思ってまして、はい、でライブの告知などは SNS で配信してますので、よかったらチェックはい、よろしくお願いしたいんですけども、 SNS、普通にインスタだったり、そうですね、Facebook も含めてってことですよね。はい、じゃあ例えば楽曲なんかは、どうですか、はい、何か新曲を出したとかそういうことはあったりしますか？社長のヒロさんが歌詞を書いてくださった、お母さんに対しての感謝の気持ちがこもった歌があるんですけど、その曲が新曲に今、はいはい、母の日がね、ありますからね、その辺の楽曲っていうのは手に入れたいと思ったらどこで手に入れればいいんですか？もうぜひライブに来てください。なるほどなるほど。なるほど。そうきたか。手売りするということですね。はい。実際ね、サイン入りだね。サインもしてくれるんだね。もちろんそれが一番いいわけです。はい。ね。それはすっごくよくわかりました。それ以外何かありませんかね？それ以外は、エレノアのインスタなんですけど、アットマークエレノア0914で、エレノアのインスタグラムが出てきますので、そちらで検索していただいたら、手間が省けます。アットマークエレノア0914、こちらで、今すぐラジオをお聞きのあなたは検索をしてみてください。という感じであれですね、なんとなくお二人の役割が聞いてて分かってきました。そうか、おなつさんはいつもそうやって、シュポさんを軽くたしなめてるんですね。そうですね、どっちかというと、結構突っ込んでます。そういう感じですね。でその中でシュポさんは自由に動き回ってるという感じなんですね。そうですね。So message to the TJS listener and music introduction. はい。最後に TJS ラジオのリスナーの皆さんへメッセージお願いいたします。はい。はい。シュポです。はい。最後まで聞いてくれてありがとうございます。はい。日本だけではなくて、こういう風に海外の皆様に聞いていただけて、とても嬉しく思っております。コロナ禍ではありますが、今できることをやって皆さんに少しでも希望や光を与えられるように頑張りますので、応援をよろしくお願いします。はい。さあということでね、今日はエレノアのお二人、おなつさんとしぽさんにお話伺ってきましたが、最後にですね、曲を一曲お送りします。曲紹介をお願いいたします。社長が書いてくださった曲なんですけども、この曲は、たくさんの人に共感してもらえるんじゃないかなと思います。私たちもすごく思い入れのある曲なので、よかったら最後まで聴いてください。それでは、ありがとう。世界一のままへ。はい、ということで今日はエレノアのお二人に登場いただきました。どうもありがとうございました。 Okay, thank you very much for coming to our show. ありがとうございます。あの日のことは覚えてないけど、あなたは私よりも泣いてたんだね。守られながら導かれるようにたどり着いた世界は奇跡だった。私らしくこれからあなたのように愛に溢れながら生きたいね。感謝してますね。ありがとう。愛に包まれてたことを知ったの。この想いを伝えたい。
とするあなたを無視して心配たくさんかけたね私なりに少しでも伝えたい愛に気づけた今Time for the sports news. Okay, TJ Sports News. Giants, Nate Ember targets U.S. Rugby's 7th spot for the Tokyo Games. New York Giants safety Nate Ember is keen to win a spot on the U.S. Rugby 7th team for the Tokyo Olympics after failing getting on the podium with a quad in Rio. Ember, who won the Super Bowl with the New England Patriots in 2015, 2017, and 2019 before joining the Giants last year, said failing to the advance of the group stage in 2016 was something that is still bothersome to him. Not winning a medal, especially when I thought that we had the team to do it, and I has a look at the growth in the last 5 years, we definitely have even better chance this time around, he added. It's something I would really like to be a part of. Ebner will join the group of around 30 players trying out the 12 spots on US team coached by Mike Friday. The 32 years old hopes to return to the Giants once his Olympic stance comes to the end. Obviously, you have an asset where you are at, he said, but you would hope within the week of the competition I'm back and I am in the shoulder pads and a helmet and I'm out there trying to get us ready to win some football games. さあ NFL ニューヨークジャイアンツのネイト・エブナー選手が東京オリンピック7人制ラグビーのアメリカ代表での出場権を獲得に向かっているということですね。ネイト・エブナー選手リオオリンピックでもこの7人制ラグビーで出てるんですが、そこでは表彰台に上がれなかったあと、この東京オリンピック7人制ラグビーの出場権を獲得することを熱望していたと。でエブナー選手に、と言いますと去年ねサンフランシスコジャイアンツに、ニューヨークジャイアンツにですね加入する前2015年17年19年にはニューイングランドペイトリオッツでスーパーボウル獲得しているというもう大変すごい選手なんですね。で本人はですねリオでメダルを取れなかったのはまだまだやれることがあったから過去5年間の成長を見ると今回は間違いなくもっといいチャンスがあるというふうに語っています。
さあもう一ついきましょう。Kei Kawasumi, foreign-based soccer star, to skip Olympic torch relay. So Naomi Kawasumi, the star of the Japan's 2011 Women's Soccer Cup World Cup winning side, confirmed Monday she will not join her history-making teammates when they kick off the Tokyo Olympics game torch relay later this month. Member of Nadeshiko, Japan's 2011 World Cup squad, will carry out the torch on the first domestic leg of the relay, which will start on March 25th at J Village Soccer Training Center in northeastern Japan's Fukushima Prefecture. But the difficulty in making the travel arrangement during the coronavirus pandemic have led the US-based Kawasumi, as well as Mana Iwabuchi and then Saki Kumagai, both of whom played in Europe, to decide the chance to take a part. In the post on Twitter, Kawasumi, who played for the New Jersey-based Sky Blue FC in the U.S. National Women's Soccer League, says she had made a similar decision last year before the pandemic resulted in one-year postponement of the games. さあこちらも3月25日から始まる東京オリンピックの聖火リレーの話なんですが、サッカー女子日本代表なでしこジャパンのですねワールドカップ優勝メンバーの中の川澄奈穂選手などがこの聖火リレー辞退すると発表しましたね。3月25日に福島県の J ビレッジから始まる最初のランナーは2011年サッカー女子ワールドカップドイツ大会で優勝した当時の日本代表なでしこジャパンのメンバーが務めることになっているわけです。このうち現在ですねニュージャージーにありますブルースカイ FC フットボールクラブでプレーしている川澄奈穂選手は自身のツイッターでこの聖火リレーに参加しない辞退するということを表明しました。理由についてはですね川澄選手未だに感染症問題が収束せずアメリカ在住ということもあってこの判断をいたしました。我慢の日々が続きますがみんなで踏ん張りましょうというふうになっています。一体聖火リレーはどうなってしまうんだろうという感じがします。以上スポーツニュースでした。はい、皆さんコロナウイルスのことはよくご存知ですね。感染拡大が落ち着いてきてついにワクチンもできたと思ったら感染力が強いらしいコロナウイルスの変異種が現れたとか。でも対策はあります。顔にフィットしたマスクをつけ互いに2メートルの間隔を取り人混みを避け順番が来たらワクチンを受けることです。またそれかと思うかもしれません。でもこれがコロナウイルス感染防止に一番効果のある方法です。ワクチンの接種、マスク、2メートルの距離、人混みを避ける、この簡単なことを一人一人が守るだけでコミュニティ全体を健康で強く安全にすることができます。私たちならできる。ワクチンに関する詳しい情報は cdc.gov/コロナウイルスまで。アメリカ合衆国保健社会福祉省からのお知らせでした。さあ、くまさんから E メールいただいています。はい、ありがとうございます。今日はアイルランド発祥セントパトリックスデイですねと、世界中が緑色に染まる日ですと、緑色を身につけてますか？つけておりません。忘れてました。そうなんです。で、昔の話ですが知らない白人男性にいきなりつねられたんですって、はい、そうそうそうね緑色を身につけてないからつねっていい日なのさと教えられたと。そうなんだよね。つねるのは妖精の仕業。妖精の名前はレプラコーンね。そう、はい、ちなみにディズニーの有名な妖精といえばティンカーベルですけどね。
なので何かしら緑を身につけて出かけますと、つけてないとつねっていい日なんですか？そうだから男性がね結局女性にするチャンスなんだよね、俺に考えてみれば。なるほどなるほどあ、そういう意味ね、へえ、そうなんですね。そう、面白いよ、いい口実だけどね。そういう口実があるんですね。あと乱太郎さん、はい、サムさんに質問です。はい、はい、これ僕も聞きたかったんだよな。何？犬が吠えるときはどのように聞こえますか？乱太郎さんには小生にはワンワンとしか聞こえないんですが、英語の民に英語民にはバウワウと聞こえるとのこと。それとこちらの本には、はい、WOOF とかね、ウフとか ARF そうと表現されていますが、はい、これもワンワンでよろしいのでしょうか？いや、ワンは多分日本独特だと思う。いやだってワンワンはバウワウでしょ？バウワウね、聞こえるね。あとウフ、あとアーフでしょ？とかね。あとは一番違うなって思うのはあれですよ、鶏ですよ。日本はコケコッコーでしょ？コケコッコーだもんね。こっちはクックルドゥードゥかなんかなんだ。クックルドゥーとかなんかそうですよね。そうクックルドゥー。僕はコケコッコーにしかガーデナーの私の家の近所にはですね、はい、でどうやら飼われてるんですけど、はいはい、卵を産むんですかね、わかんないですけど、いつも朝ね、5時ぐらいに鳴くんですよ。それがねコケコッコーにしか聞こえないわけですよ。まあね、クルックルックドゥードゥとかそういう風には聞こえないですけどね。でもこっちでは聞こえるってことでしょ。あともう一つカラス。カーじゃないんですよね。カーとかね、アこっちはホーとかじゃなくて、アホは日本か。そうこっちはカーがなんかそうなのかな、分かんない。でもね、やっぱカラスもあるんだよね、それバージョンが。でも牛は似てますよね。牛はもうだかもうそうですよね。いやだから確かに犬はワウ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 ワンワンこの辺は不思議ですよ。だからこっちの人と話してる時に何かこの犬のモノマネする時はワンワンって言ったらはって言われるってことですよね。そうだ、絶対それだなと思う。だったらウフとかウフとかでちょっとね、気入れた方が多分もうちょっと通じかもしれませんってことですよね。いや今日はちょっとこれ面白かったなというふうに思いました。あとサムさんが調べてくれましたね。メーガン D スタリオン、はい、THEE、はい、THEE なんですよね、はい、これどういう意味があるの？TH は The で皆さんご存知なんですけども、この場合はあなたのスタリオン、メーガン、私はあなたのスタリオンですっていう意味の D で使ってます。だから D、はい、You is for you or you are。 ああ、その意味で今回これは THE を使ってると。使ってます、はい、だから発音はメーガン D スタリオン伸ばしていいんですよね。メーガン D、THE だから TH、 D か、はい、これは結構日本でも話題になってるみたいです。これ一体どう発音すればいいの？あ、そうですか。ザっていう人もいればザじゃないだろうみたいな、だから Z って伸ばすっていう風になんかなり始めてるみたいですけどね。はい、さあまだまだね、来週も以降もお待ちしておりますので、はい、ぜひお送りください。もうこんな時間になってしまいました。早いですね。ではエンディングに行きましょう。 OK、 let's go to the end。Okay, how did you enjoy so far for the Wednesday's LA Morning Part 2? It's coming closer to the end of the 34th broadcast on March 17th. We are open to any topics, suggestion coming from you to talk about them in this program. Please send your messages using the request form from our website, or you can email us to radio@tjsla.com. Or if it's easier for you, you can send them to your messages through the YouTube channel using the live chat function. You can search us by the typing keywords TJ Space Radio during our live show. So don't forget to watch our studio live cam from our website at www.tjsla.com. So let's see you next week on Wednesday at 9 on TJS Internet Radio.
さあお別れの時間という風になりました、来週までにもですねまだ時間がありますので、英語で今のようなね質問、これってどうなのとかそんなのありましたらぜひお送りください。もっと文章的なことでもいいですよ。全然単語とかじゃなくてね、これってどういう風に言ったらいいの、サムさん訳してとかね、訳しますね、そういうのもありだと。無料です、無料の、無料の翻訳がここでできますので、はいぜひお送りください、さあそして先ほども言いました、3月20日午後3時からですね、午後3時からコビナにありますノバブリューイング、イベントが開催されますね。新選組の焼き鳥が食べられます。ラーメンディストリクトでラーメン何種類も食べられます、そして美味しいおせんべいこちらも出ます。ワインもあるかな、ありますね、日本酒ビールあります。運転はしないでください。ぜひそこはですねうまくやってください。はい、ということで私とサムさんはもう3時ぐらいには行ってると思いますので、いますいますよ。ぜひ皆さんもお越しください。現地で待ち合わせしましょう。場所等はですねこのYouTube のね、ディスクリプションに書いてますにウェブサイトありますし、リンクありますので、ぜひご覧ください。さあじゃあ今日最後の曲はそうですね、これ結構いいですよ、ポルシェにちょっと関するのと、あとは Part 2ということで、 Part 2だからねちょうど合いますね。山口百恵の、Playback Part 2をお送りします。ということでお聞きくださいましてありがとうございました。お相手は私新海圭樹と Sam Vandenberg。 See ya。でもポルシェのシグネチャーカラーって気がするけどな。356だったのかな。最初何色だったの？そっか。群青色のグリーンなんだよな。グリーンありましたね。ラスティブラウンみたいな。ありましたね、ブラウンもね。あとグレー。グレーあったっけ？灰色のちょっとこう汚いダークなグレー。サムさんのドローはプレゼント企画になるんでしたっけってならないでしょ。書き込み内陸王さんがサムさんのドローはプレゼント企画になるんでしたっけって。どういうこと？分かんない。いいトライだね。今日持ってきてるけどね、新しい。本当ですか？お見せしようと思って。はい、みたいです。結構大きいんだよ。びっくりした。日本にどうやって持って帰る？箱じゃない方がいいんじゃないですか。だから、自分自体は箱に入れないと、ダメなんだ。できないんで、これが。そうなんだ。本当そのままだから。はい。終わりましたっけ？はい。はい、ということで、皆さん今日もありがとうございました。明日の朝もお願いいたします。ということで、また来週です。パート2は。では、切ります。どうもありがとうございました。